どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。昨年この部屋のルームツアーの動画を公開しまして、その時もコメントでいただいたりしていたんですが、この部屋が綺麗に整理整頓されていて、あまり散らかってなくていいですねという風にね、おしゃれですねという風に言っていただくことが多いです。ありがとうございます。うちはね、物が少ない方ではないというか、むしろね、物は多い方なので、多分ね、何も意識せずに暮らしていたら、この部屋ね、どんどんめちゃくちゃ散らかっていくと思うんですよね。なので、散らかってるように見えずに、綺麗に整って見えるように、生活感が溢れないように、日頃からいろいろと意識して暮らしています。僕もね、一人暮らしを始めた時とかは、結構散らかった部屋で暮らしていたので、そう考えるとね、日頃から心がけることで、このようにね、部屋を綺麗に保つことができるんだろうなと我ながら思っています。とはいえね、自己流で感覚的にやってることが多かったので、今日はそういった僕が日頃心がけている部屋をきれいに保つ方法をまとめてみましたので、そちらを共有させていただこうかなと思います。部屋が片付かなくて散らかっていて悩んでる方、よかったら参考にしていただけたらと思います。あとね、皆さんが部屋をきれいに保つためにやってることなんかもあればね、ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。参考にさせていただきます。では早速僕がやっている部屋をきれいに保つ方法を紹介していきましょう。部屋をきれいに保つ方法ですが、まず基本的な考え方をお話ししますと、基本は今日のことは今日のうちに片付ける、これです。とにかくね、明日に持ち越さない。部屋に散らかるゴミや荷物や生活雑貨、明日に持ち越すと、明日の自分は昨日持ち越したそういったものに嫌気がさして、その日にも片付けないし、その日片付けられなかったものはその翌日にも翌々日にも片付けられなくなってしまいます。で、年末の大掃除でまとめてやると期限を後送りにするけど、この年末にもやらないです。年末忙しいですからね、なかなか実は大掃除する時間意外とないんですよね。そういうことになります。かつての僕がそうでした。なので今日のことは今日のうちに片付ける、これが基本だと思います。もうね、脳がめんどくさいなと気づく前に片付け始めちゃう、これがね、理想ですね。今日やることは明日の自分が心地よく一日を過ごせるための行動なので、まずはこの意識を持ってから始めるといいんじゃないかなと思います。僕はそうしています。で、ここからテクニックの話なんですが、まずね、これですね、ついでに片付ける、これです。これも意識の話に近いんですけど、部屋をきれいにしよう、掃除しようとね、一大イベントのように構えて意気込んでしまうと、腰を上げるまでにね、やっぱり時間がかかります。なので、日頃何気なくとっている行動のついでに片付けるというのが楽だったりします。例えば、リビングからキッチンに移動する間に空のペットボトルを捨てるとか、トイレに行くついでに棚の汚れを拭き取るとか、ベッドルームとかお風呂に向かう途中に廊下に落ちているゴミを拾って捨てるとか、移動のついでに片付けとかをしちゃうと楽です。少しずつでもいいから目立つゴミを片付けていくことで、毎日の片付けを明日に残さないようにできると思います。で、続いてなんですけど、これです。電動歯ブラシを使うですね。これは歯磨きを自動的にすることで片手が使いやすくなるので、こっちにね、あんまり意識しなくていいので、片手が割と自由に使えるようになると思います。なので、これで間接的に5分の作業時間を作れるということになります。電動歯ブラシで歯を磨いている間は、歯ブラシをスライドさせておくだけでいいので、片手割とね、暇になるんですよね。で、僕はこの時に片手を使って洗面所周りの片付けとか掃除とかをしています。水垢が気になったら拭き取ったり、もし脱ぎ散らかした服があればランドリーバッグに入れたり、床掃除なんかもできちゃいます。器用な方であれば電動歯ブラシじゃなくても両手ね、自由に使えるかもしれないんですけども、そういったね、歯磨きの時間を掃除の時間に当てると、常に洗面所周りがきれいに保てると思います。で、大事なのはこの5分でもいいから掃除をし始めるということなんですよね。このスタートを切ることが大事だと思います。不思議なもので5分でも掃除すると、歯磨きが終わってもまだ汚れが気になっていたら掃除をね、続けたくなったりします。要は掃除だったり片付けをやり始めるきっかけを作れることが大事なんだと思います。5分だけでもいいし、それ以上やってもいいし、思ったより早く綺麗になれば5分以内にもやめてしまってもいいと思います。なので歯磨きを始めるとき、片手が掃除だったり片付けに向けられればそれだけでね、お得なわけですよね。そういった意味では電動歯ブラシだけじゃなくて、ドライヤーの時間とかレンジで何か温めている時間とか、そういった時間数分間を TikTok を見始めるんじゃなくて、掃除を始めるだけでもいいんですよね。ちなみに僕は夜の歯磨きの時はそうやってね、掃除とか片付けをしますが、朝の歯磨きの時はスクワットをしています。そんな感じで歯磨き時間もうまく掃除や片付けに当てるのもおすすめです。あと、綺麗に保つには環境づくりも大事だと思っていて、僕がやってるのはまずゴミ箱を近くに置く、これですね。このリビングのソファと後ろのダイニングテーブル、この間に
にゴミ箱をまず1つ置いています。あとベッドルームのベッド脇、洗面所、キッチン、全ての部屋の手が届くところにゴミ箱を置いています。ゴミ箱が近くにないと丸まったティッシュとかお菓子の袋なんかをテーブルに散らかしてしまいがちになります。なのでこのように置くべきではないところに置いてしまう前にゴミ箱に捨てられるというね、環境づくりが大事です。ただゴミ箱ってたくさん置くとね、やっぱり生活感が出てしまうアイテムだったりするので、最小限の個数だけ置いています。あとゴミ箱のデザインも部屋に馴染むようなスタイリッシュなゴミ箱も結構出てますので、そういったものを選ぶことで生活感が溢れないようにしています。うちはイデアコとかニトリのゴミ箱を使っています。デザインが結構おしゃれで、内側のゴミ袋も見えにくい設計になっているのでおすすめです。これらね、概要欄にもリンク貼っとくんで、気になる方はチェックしてみてください。あと同じように環境づくりという話だと、ハンディクリーナーも各部屋に置いています。掃除用具が手に取りやすいところに置いてあると、やっぱり掃除を始めるハードルがね、一気に下がります。僕はハンディクリーナーをリビング、廊下、ベッドルーム、洗面所に置いていて、小さなゴミとかを見つけたらすぐにね、スーッと吸い取ってます。あとハンディワイパーもテレビの裏とか棚の上とかにも置いていて、テレビのホコリが気になったら後でやろうってならずに、気になった瞬間にハンディワイパーを取り出して、それで掃除します。普通のね、大型の掃除機を取りに行ってさあ掃除するぞってなると、これもねまた一大イベントになってしまいがちなので、ゴミやホコリを見つけた時にさっと掃除できるようにすると、ゴミが散らからなくなっていきます。あと掃除関連でいうと、この部屋のね床が散らかりにくくなった最大の要因はロボット掃除機の導入ですね。ロボット掃除機を使うことで床に物を置かないように意識するようになるし、ケーブルとかも散らからなくなります。これはねルンバ効果とかも言われますけど、本当それのおかげでね、床が散らからなくなってきました。床に余計なものが一つでも置かれると、みるみる床はね余計なもので埋め尽くされていきます。1個置いたら2個置いても3個置いても一緒じゃんってね、そういう心理がね多分働くんですよね。どんどん埋まってきます。で床ってねやっぱり目立つところなので、床に物が溢れると部屋はね一気に散らかったように見えてしまうので、このロボット掃除機が悠々と移動できるぐらいに床を開けておくように意識することが大事だと思います。脱ぎ捨てた服、バッグ、買い物袋、開封前の段ボールの荷物、おもちゃなどなど、ついつい床に置いちゃいそうなものを置かないようにするだけで部屋がね散らからなくなると思います。もううちも毎日のように Amazon から荷物が届きますが、届いたらすぐに開封して、段ボールは段ボールストッカーにまとめて、梱包材はゴミ箱に捨てます。あとね思い出すのが、旅行から帰ってきた時とかも疲れてねすぐに寝ちゃいたいところなんですけど、これを我慢して寝る前にリュックの中身とか全部出して片付けて、リュックも所定の位置に戻すようにしています。旅行のリュックとかね油断したら1ヶ月ぐらいそのまま放置とかになりますからね、これもね注意です。こんな感じでロボット掃除機を導入すると、床に余計なものを置かない習慣ができるので、これがねいいんですよね。続いてこれに近い話だと、物それぞれに定位置を作ると片付けがしやすくなりますね。これはよく言われることですが、バッグとかコートとかリモコン、爪切り、充電ケーブルなどなど、使ったら戻す場所を決めておくことが大事です。これが決まっていないと、使っていない時も床やソファーの上、テーブルの上とか棚の上とか適当なところに置いてしまって散らかってしまいます。でそれだけじゃなくて、次に使おうとした時に探す手間が増えて無駄な時間がどんどん増えるし、小さなストレスもどんどんね積み重なっていきます。なので物に定位置を作る、これねめちゃくちゃ大事です。あと大事なのは、必要なものだけ部屋に持ち込むっていうのもね大事だと思います。部屋に物が増えると散らかりやすくなるので、そもそも部屋に持ち込むものを減らすというのがね効果的だと思います。例えば不要な郵便物とか封筒、レシートとか小銭といったものはリビングに持ち込む前に片付けます。不要なチラシは集合ポストにゴミ箱があればそこに捨てさせていただいて、もしなければ部屋の玄関にゴミ箱を置いてそこに捨てます。僕はね前の部屋ではそのようにしていました。あと封筒も開けてみると大抵必要な書類は1枚ぐらいしか入ってなくて、その他はね広告とかだったりするんで、封筒は玄関で開封して必要な書類以外は玄関でも捨てちゃいます。ちなみにレターカッターはこういったものを使っていて、これねめちゃくちゃ使いやすいのでおすすめです。これも概要欄にリンク貼っておきます。あとレシートや小銭は玄関のこのケースの中に僕は放り込んでいます。これもね一つのテクニックなんですけど、とりあえず置く場所を作ってるんですよね。小銭はなるべく財布に入れて持ち歩きたくないので、もし現金払いしかできないお店で小銭が出てしまったら、帰ってきてからすぐにこのケースの中に入れています。あとレシートは確定申告の時とかに必要なので、これをね後でまとめて分類するんですが、帰宅したらとりあえずこのケースに入れます。こうすることで財布の中も散らからなくなります。同じように
に例えば部屋の中で見つけたネジとかどこから外れたかわからないネジとかたまに落ちてたりしますよね。これどうしていいかわかんないのありますよね。こういったねすぐにどこに戻したらいいかわからないものなんかはこれもねあちこちに適当に置いてしまうんじゃなくて、とりあえず保管していくものとしてこのとりあえずケースの中に入れると決めておくと部屋が散らからなくなるし、で後からそのネジの使い道が分かって結構大事なネジだったんだって分かった時はそのとりあえずケースの中から取り出せるので、見つける手間も省けるのでおすすめです。あと例えばこういったソファーとかベッドとか部屋の中で長時間過ごす場所から手が届きやすいところによく使うものを置いておきがちなんですけど、これがね本当によく使うものかどうかを疑うようにもしています。例えばリビングのこのテーブルの上に爪切りとかボールペンとか体温計輪ゴムとかね結構置いてしまいがちなんですけど、いやそれ今使うってものがね結構散らかっていたりします。そういったものは使う時まで定位置にしまっておくというのがやっぱいいですよね。あとテレビのリモコンとかゲームのコントローラーとかソファーの近くにあると便利そうですけど、テレビも頻繁に見ないとかゲームも毎日はやらないというようであれば常に出しっぱなしにしておく必要はないと思います。なのでリモコン類はねこういうケースに僕はしまっていて、使う時だけここから取り出して使うようにしています。あとそういったねテレビのリモコンに限らずなんですけど、テーブルの上って結構ねリモコン置いてしまいがちじゃないですか。すぐに手伸ばして家電をコントロールできたら楽なのでつい置いてしまいがちなんですけど、これもねやっぱりテーブルの上が散らかるので、うちはスマートリモコンを使ってなるべく物理的なリモコンは置かないように使わないようにしています。でこのリビングではスイッチボットのハブ2というのを使っていて、これにテレビやエアコンの赤外線リモコンを登録してでスマホからコントロールできるようにしています。でこのハブ2に登録すればスイッチボットのアプリからコントロールできるようになるんですけども、さらにこれを僕は Google ホームと連携することで Google アシスタントを使って簡単なコマンドで声でコントロールできるようにしています。リモコンもスマホも使わずに声でコントロールできるので、それこそね余計なものをテーブルに置く必要がなくなりますよね。こういったスマートデバイスを使うことで部屋にリモコンが散らからなくなりますので、これも部屋をきれいにする意味ではめちゃくちゃおすすめです。あと部屋がきれいに見える方法としては情報量を減らすということですね。散らかって見えるものを極力隠して文字情報とかもなるべく隠してっていう風にしていくと部屋がきれいにすっきりしているように見えます。さっきリモコンをケースに隠すとかもやりましたけども、他にもティッシュを箱のままむき出しにすることなくちゃんとティッシュケースの中に入れるとか、ティッシュケースもね最近ティッシュケースに見えないような形状のものもいろいろあるので、こういったものにティッシュを入れておくだけでもかなりねすっきり見えます。あとはシンプルなデザインの家具を選ぶとか、各家電のステッカーも本当にね必要なければ剥がしてしまうとか、余計な情報を徹底的に隠すとかなり部屋がすっきりして見えるようになっていきます。このテクニックもおすすめです。はい、部屋をきれいに保つ方法をいろいろ紹介してきましたが、最後に何より大事なのはこれですね。習慣化してしまうということですね。片付けや掃除を習慣化して無理なくできるようになると、本当毎朝きれいな部屋で心地いい一日がスタートできます。習慣化していって散らかっていたり生活感が出ていることに敏感になると、ソファーに座っていても目に入ってきた小さなゴミとかが気になるようになると思うので、あとはねここ情報量多いなとか、ここあんますっきりしてないなっていうのが気になるようになってくると思うので、これを少しずつ片付けていくことで毎日精神衛生上も健康でいられ続けられると思います。今日紹介したものを全部すぐに始められなくてもいいと思うので、片付けや掃除が大変な作業と思えなくなるように日々の生活の一部になっていくといいんじゃないかなと思います。冒頭で僕も一人暮らしを始めた頃は信じられないくらい汚い部屋、散らかっていた部屋に住んでいた、暮らしていたというふうにお話をしましたけど、そんな僕でもこのように物が多い部屋でも綺麗に整った部屋を維持することができるようになりましたので、きっと皆さんも同じようにできると思いますので、今日紹介したことを少しでもいいのでよかったら試してみてください。もしね試してみていただいて感想なんかありましたらねコメントでいただけたら嬉しいです。はい、そういうわけで今日の動画は以上です。もしこの動画が良かったと思った、参考になったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。このチャンネルではこのように生活に役立つ情報もいろいろ紹介していますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。本日も動画ご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。